はい、ベニスモネで今日は BT21 と、BT コスメティックスのコラボの、ファンデーション、クッションファンデをレビューしていきたいと思うんですけど、これはちょっと私が調べた感じだと4種類あって、その1つずつのキャラクターでその特徴が違うやつなんですけど、私のやつは人塗りカバーリアルウェアカバークッションのタイプのやつで、PA が37入っていて、その低い方の方です、日焼け止め効果は。で、色は、全部種類同じみたいで2色あって、21のアイボリーと23のベージュなんですけど、私は23のベージュを使ってます。そうですね、このファンデーションの特徴として、よれの崩れのとかそういうねことが書いてあるので、今日は一日中着てみてどれぐらいそれが本当なのかを調べていきたいかなって思います。では早速してるところに移りたいと思います。はい、じゃあ塗っていきたいと思います。でもこのファンデーションのなんつうの一人の質を確認したいと思うので、何もプライマーも何もしてないです。ただ、昨日の夜にこの同じブランドのシカケアのキャプセルマスク、ちょっと今してるところが出てると思うんですけど、すごいこれを昨日の夜使って、プラスクリームもシカクリームを使ってみたので、ちょっとねその同じブランドのやつでスキンケアを整えてみたので、準備は満タンだと思います。肌ね汚いのは変わんないんですけど、でもねすごくこのねパックでめちゃめちゃ赤みは抑えられました。これでもっていうね思ってる方いると思うんですけど、でも早速ファンデーション使っていきたいと思います。あ、すごいこのクッションのあれも可愛いですね。ミラーもついてます。いや本当にねカバー力が良かったらいいですよね。いきます。もうちょっと近くするか。すごい匂いがいい匂いです。とりあえず半分右側だけ塗っていきます。なるほどなるほど。なんかあれかなって思います。私が今1レイヤーした半分だけねした感じで思うのは、そのニキビの赤みじゃなくて普通の肌のその色ムラとかは多分これだけで直してくれる、ファンデーションだけで直してくれるかなって思います。ただ1レイヤーだけだとそのニキビとかはちょっと隠れない、その強い赤みっていう、まだアクティブなニキビっていうのもうニキビ跡とかは消えるんですけど、その今ニキビですよっていう方たちはちょっとまだ1レイヤーでは消えてくれないです。ただ見てわかるようにその全体的な赤みはすごく自然に消してくれます。でちょっともう1レイヤーちょっとそのニキビのところを集中的にやっていきたいと思います。2レイヤーやったら結構ちゃんとニキビが消えてくれるかなって思います。あと自然な感じなので、そのファンデーションを塗ってるっていうよりかはその綺麗な肌をこう塗った感じがします。ただ一つ思うのは、その毛穴は、やっぱり見えてしまうので、このファンデーションは別に毛穴もあれしてますとは言ってないのであれなんですけど、毛穴の、プライマーはした方がいいかなって思います。はい、今が4時6分なので、これから8時間ぐらい着ていきたいかなって思うんですけど、コンシーラーとかチークとかねハイライトとかしたんですけど、パウダーを使っちゃうとちょっと、パウダーのおかげでそのね持続力が変わってきたりするかなって思うので、今日パウダーはしてません。ただ今のところは全然ブラシとかする時に超取れちゃった、ファンデーションが取れちゃったとかはないです。なのでこれから8時間ぐらい着ていきたいと思います。はい、今が12時半なのでちょうど8時間ぐらいしてたと思うんですけど、一回も化粧直ししないでこんな感じです。そうですね、一回も化粧直ししてないので、その割にはまあ持続力があるかなって思うんですけど、取り方がそこまで不自然じゃないので、そんなに放置しててもおかしくはないと思うんですけど、一つだけあれするのはここねやっぱ鼻に溜まってしまうので、それが
少し気になるかなって感じです。あと若干ねやっぱり乾燥がちょっとやっぱ目立つかなって思います。そうですね、ちょっとやっぱ時間塗ったばっかりの時はそのファンデーション塗ってますっていう感覚があんまりなかったんですけど、今はやっぱり少しその感じが出てきちゃってるかなって思います。多分こういうデコのニキビに弱いのかなっていう感じで、そこら辺がやっぱり取れてきちゃってるんですけど、ここもなんつうんだ、ここはもう後なんですよ。後のおでこ、ニキビ跡しかないおでこのところはあんまりファンデーション取れてないので、多分そうですね、このニキビの部分の持続力が弱いかなっていう感じです。はい、今日は BT21 と BT コスメティクスの VT リアルウェアカバークッションをレビューしてみて1日着てみたんですけど、そうですね、なんか可もなく不可もなくという感じかなと思います。でこれも値段がこれもねずっと2個の前のと一緒で、そのオフィシャルのサイト載ってないので正確な値段は分かんないんですけど、楽天を見てみると2852円ってなってるので、まあ普通、高くもないけど安くもないみたいな値段だと思うんですけど、そう思うとやっぱり私はあんまり肌が綺麗じゃない意見としては、そこまでめちゃめちゃカバー力が超いいわけでもなく持続力もすごくいいわけじゃないので、普通の肌の方には全然使いやすいかなって思います。全然伸びとかも良かったですし、カバー力も全くないわけではないので、ファンデーションとしての機能はすごくするんですけど、あとすごいツヤ感のある肌に仕上がったとは思うんですけど、やっぱり私みたいにすごくカバーが必要だよっていうのと、あと肌にニキビが残ってるよっていう方だった場合は、もうちょっと他のファンデーションがあるかなって思います。絶対におすすめしないよっていうことではないんですけど、全員の肌に合うわけではもちろんないかなって思います。ただね、さっきちょっと最初の方にも言ったと思うんですけど、この BT のスキンケアも使わせてもらったんですけど、これはすごく良かったです。特にパックがすごく良かったので、これは普通にずっと使っていきたいなって思います。では、I hope you guys enjoy this video and see you guys next. Bye!